マジットチャンネル。どうもこんにちは。今回は、配信や録画にとても便利な OBS スタジオの、設定方法について解説していきます。OBS を開いたらこういった画面が出てくると思います。で、まず最初にやらないといけないのはこの、シーンというところを設定していきます。シーンというのは、PowerPoint の1ページみたいなイメージで、ここを設定していって、配信画面を作っていくというようなイメージです。それでは実際に作っていきましょう。で、まず最初にこの左下のプラスボタンを押してください。押すと名前を聞かれるので適当に配信画面としておきます。はい、じゃあ次にソースの設定になります。本当今回は最低限のものを設定していこうと思うので、ゲームの画面が映るようにしていきたいと思います。先ほどのシーンと同じように、ソースのところの、下のこのプラスの部分を押してもらって、ゲームキャプチャー、上から3つ目のこのゲームキャプチャーを選んでください。名前は変えなくていいです。で、ここに関しては、どれでも大丈夫なんですけど、特定のウィンドウキャプチャーにしておきましょう。あとは何も触らなくて OK。OK を押してください。で、ソースのところにゲームキャプチャーが出てきたら、これを選択してもらって、ここにあるウィンドウ、これを選択してください。で、ちょうど今 Apex を開いてるんで、出てくるんですけど、ここの Apex を選択してください。そうするとこんな感じで Apex の画面が出てくるようになります。次に設定について、解説していきます。この右下の設定を押していただいて、この上から2番目の配信ですね、これを選択してください。使いたいやつ選んでください。僕は Twitch 配信をするんで Twitch を選んでます。で、アカウントの接続、を押していただいて、ユーザーログインと必要なんで、そこはやってください。で、ログインできたら、こんな画面になると思います。次に、出力の設定です。デフォルトこの出力モード基本っていう風になっていると思います。詳細というモードもあるんですけど、まずはこの基本で一旦大丈夫だと思います。より細かい設定をしたいという方はこちらの詳細の方を選んで設定してみてください。この動画はこの基本の設定でやっていきます。まず配信と、録画それぞれ設定することができるんですが、配信は、まず上からビットレートは 6000kbps、音声ビット、これいじらずでいいと思います。で、映像エンコーダーはこちらのものがいいと思います。このハードウェアってやつですね。エンコーダープリセットは、この高品質っていうものでよっぽど十分だと思います。次に、録画をされる場合は、こちらも設定が必要になってきます。まず録画のファイルパス、こちらですね、どこに録画したものを保存するかといったものになります。この、フォルダのパスを設定するってことですね。こちら、参照していただいて、保存したい場所に設定をお願いします。あとは、録画品質、高品質ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。で、一番大事なのはこのエンコーダー、先ほどもありましたけど、ハードウェアの、H264 というやつ、こちらを選んでください。出力については以上。続いて音声、こちらマイク音声をどれにしますかということで、ご自身が使っているマイクですね、ヘッドセットであればヘッドセットのマイクを選んでいただいて、僕の場合は、コンデンサーマイク使っているんで、それを設定しております。他はいじんなくていいです。次に映像です。まず基本キャンパスは自分のゲームの解像度ですね。こちら、設定しているものに合わせてください。
で、出力。こちらは、いろいろ選べるんですが、大体は 1920×1080 でいいと思います。で、もし、パソコンのスペックが足りないという方は、もう一段階小さい 1280×720 でもいいと思います。こちらはパソコンのスペックに応じて変えてみてください。で、FPS は60または30。60がいいかなと思います。次に、配信情報の設定です。この左側に出てるこの配信情報の設定をすると、配信画面上で、表示したいタイトルや、ゲームのタイトルを、設定することができます。で、今回は Apex を例にやってみます。まず、これ、タイトルですね。適当にエペと打っておいて、こちらにカテゴリーですね。検索できるようになっていて、Apex であれば Apex。そうするとこんな感じで出てきます。あとはタグ何か入れたい場合は入れてください。はい、こんな感じで追加することができます。で、完了をしていただければ設定完了です。最後に、こちらの音声ミキサーの設定について簡単に解説しておきます。ここに出てるように上の方が、デスクトップ音声というものが出てきています。で、下に、使ってるマイクのバーが出てきています。で、配信の、自分の声の音質を上げるために、フィルターを入れてあげることができます。で、この右の点々点のやつを左クリックしてもらって、下から3番目にフィルターっていうのがあるので、こちらを押していただくと、こんな感じでフィルターをかけることができます。で、おすすめはこのノイズ抑制とコンプレッサーにというやつを設定してあげるのがいいかなと思います。こちらの設定の仕方は、下の方にプラスがあるので、これを押してもらって、ノイズ抑制ポチッと押していただくとこんな感じで出てきます。ちょっと上と被っちゃってるんで2っていう風なものが出ちゃってますけど、こんな感じで設定できます。方式は、この下の方の高品質というやつですね。こちらの設定でいいと思います。次にコンプレッサーというやつですね。コンプレッサーもここから選んで、名前を選んでもいいです。で、一旦このまま設定選ばずでいいと思います。自分はこれでやってます。はい、ということで今回の動画は、以上になります。今回解説した、動画の内容でわからない点やもっと知りたい点などありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた、次の動画で会いましょう。バイバイ。